日はトンテキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はトンテキを作りたいと思います。はい、ということで今回は柔らかジューシーでご飯のおかずにぴったりなトンテキを作っていきたいと思います。このトンテキなんですが、お肉の切り方などにいろいろポイントがあります。その他の美味しく作るポイントも作りながらご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉を焼く時に使う材料からご紹介していきます。材料はこちらです。厚切り豚ロース、ニンニク、薄力粉、塩、黒胡椒、サラダ油。こちらの材料を使ってお肉を焼いていきます。まず使うお肉ですが、こちらは豚ロースの厚切りタイプを使用していきます。スーパーとかではね、よくとんかつ用で売ってたりしますので、そちらを使っていただくといいかなと思います。あとはね、塊を買ってきていただいて、お好みの厚さに切っていただいても大丈夫です。焼くときはですね、味付けはとてもシンプルで、塩と黒胡椒で焼いていきます。続いて、トンテキのソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ウスターソース、ケチャップ、お醤油、みりん、お水、お砂糖、おろしにんにく。今回はこちらの材料を使って作っていきます。こちらもですね、とてもシンプルな材料で作ることができます。味付けのお好みとかはあるので、微調整はお好みでしていただけたらと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにお肉の焼く準備をしていきます。まずこちらのお肉はですね、焼くと縮んできます。それを防ぐために筋張ってるこっち側に2センチほど切れ込みを入れていきます。お肉の筋はね、この赤い部分と脂身の部分、この間にあります。ここの部分を切っていきます。お肉はね、焼くとだんだんこうやってね、反り返ってくるんですけれども、こうやって切れ込みを入れていただくことで反り返りを防止することもできるので、焼きムラを防ぐこともできます。さらにね、火の通りも良くなるので柔らかく仕上げることができます。まずですね、この脂身がついてる方ですね、こちら側にたくさんね、筋があるので、ここを切っていきます。このぐらいかな。さっきね、2センチって言ったんですけど、だいたい 2,3 センチぐらいかな。それぐらいを目安に切れ込みをスパッと入れてください。はい、こんな感じ。このように切れ込みを入れてください。結構ね、スパッといっちゃって OK です。そしたらね、だいたい 1.5 から2センチ間隔ぐらいでまた切れ込みを入れます。よいしょ。また切れ込みを入れます。はい、こんな感じ。このようにね、グローブ状に切れ込みを入れてください。きちんとね、この筋がある部分が切れてる感じですね。こんな感じで切ってみてください。それでは残りも同じように切っていきます。はい、こんな感じでお肉を切ってください。そしたらこちらのお肉を一度15分休ませます。そうするとですね、お肉が常温に戻るんですけれども、常温に戻すことでお肉に火が通りやすくなって焼き時間を短くすることができます。よってですね、柔らかい仕上がりにすることができます。置くときはですね、上にラップを敷いておいてください。それではお肉を休ませている間にニンニクを切っていきます。ニンニクはね、スライスにしていきます。だいたいね、3ミリから5ミリ幅で切っていきましょう。そしてね、ニンニクの芽の部分はようじなどを使ってくり抜きます。はい、こんな感じです。こちらをですね、えぐみだったりとか、あとは焦げやすい部分なので必ず取り除いてください。それではもう一つも同じように切っていきます。はい、切り終わってニンニクの芽を取りました。ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いてソースの材料も合わせていきます。器にウスターソース、そしてトマトケチャップ、お醤油、みりん、お水、お砂糖、そしておろしにんにくを加えます。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。タレはあらかじめこのように混ぜておいてください。はい、15分経ちました。そしたら今からこちらのお肉に下味をつけていきます。まず塩を振ります。このね、下味は軽くで OK です。結構ね、ソースが濃い味なので、あんまりやりすぎるとね、しょっぱくなっちゃうので注意してください。そしてあとは黒胡椒です。そしたら裏返して片面にもね、軽く下味をつけます。そして黒胡椒も振りましょう。
はい、OK です。それではここに薄力粉をまぶしていきます。この薄力粉をまぶしていただくことでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができて、かつソースがとても絡みやすくなります。ではまぶしていきます。まんべんなくまぶして裏返します。そして片面もまぶします。薄力粉はあんまりまぶしすぎると今度は油っぽくなってしまいますので、軽くねまぶすぐらいで OK です。こんな感じで軽く手ではたきましょう。はい、お肉の準備はこれで OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きます。そしてこの油の部分に切っておいたニンニクを入れます。まだね火にかけていない状態です。ニンニクはね焦げやすいので火にかける前に油の中に入れてください。そしたら火にかけます。火加減は弱火です。このまま香りが出てくるまでニンニクを炒めていきます。これをですね強火でやってしまうとすぐ焦げてしまうので、必ず弱火で加熱していってください。これでねしっかりと油にニンニクの香りを移していきます。はい、今ねじわじわじわと音が鳴ってきました。もう少しね加熱していきます。少しねニンニクに焼き色がつくぐらいですね。そのぐらいまで加熱していきます。はい、 OK です。香りが立ってこのようにねいい揚げ色がつけば OK です。そしたらこちらのニンニクは一度取り出します。このニンニクは後で使うのでこのまま取っておいてください。そしたら一度火を止めてください。そして油を全体になじませます。そしたらですねお肉を並べます。よいしょ。やけどしないようにね注意してください。はい、でお肉を並べたら蓋をします。それではこちらを中火と弱火の間ぐらいで焼いていきます。だいたい 2,3 分ほど焼いていきましょう。ここでね強火でやってしまうと先に焼き色がついてしまって中まで火が通らなくなってしまいますので、少し強めの弱火ぐらいで焼いていってください。はい、今3分経ちました。蓋を開けます。はい、こんな感じに仕上がってます。そしたら一度焼き色をチェックしてください。いい感じにね焼き色がついてたら裏返してください。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってますね。そしたらこちらも裏返します。裏返したらもう一度蓋をして片面は2分焼いていきます。はい、2分経ちました。そしたら一旦火を止めます。このまま一旦3分置いて余熱で仕上げていきます。そうすることでとても柔らかジューシーなお肉に仕上がります。はい、今3分経ちました。そしたら蓋を開けてください。はい、今ねこんな感じで仕上がってます。かなりねこういった余分な油が出てるので一度こちらを拭き取ります。しっかりとね拭き取ってください。はい、 OK です。そしたらここにですね作っておいたソースを回しかけます。そして火にかけます。火加減は中火です。このままソースにとろみがつくまでしっかりねお肉に絡めながら煮ていきます。このようにねソースをお肉にかけながら煮詰めていきます。はい、 OK です。今ねだいたい1分ほど煮詰めました。そしたら火を止めます。ここでねあんまりやりすぎるとしょっぱすぎてしまうので煮詰めすぎには注意してください。そしたらお肉は取り出します。お肉を取り出したら先ほど置いておいたニンニクを戻し入れます。そして火にかけます。だいたい20秒ぐらいですね。さっと煮詰めていきます。はい、これで OK です。あとはこちらをお肉にかけて仕上げます。ではお肉を盛り付ける前に食べやすい大きさに切りたいと思います。こちらはね切っても切らなくてもどちらでも OK です。やけどしないようにね切っていきましょう。はい、 OK です。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでトンテキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにソースもしっかり絡んで美味しそうに仕上がってます。お肉もねとても柔らかジューシーです。最後煮詰めたソースをたっぷり上にかけました。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。お肉が柔らかくてかつしっかりソースも絡んでます。そしてこのニンニクのパンチも効いててとても食べ応えがあります。はい、ということで今
今日も美味しく仕上がりました。今回のトンテキのポイントです。まずトンテキなんですが、分厚いロースのお肉を使いました。このロースのお肉と、あとは油の間に筋が入ってます。このまま焼いてしまうとお肉が反り返ってしまって焼きムラが出てしまいます。なのでだいたい 1.5 から2センチ間隔ぐらいで2センチから3センチほどの切れ込みを入れてください。そうすると分厚いお肉でも短時間で中までしっかり火を通すことができます。そして切った後なんですけれども、切った後はそのまま15分常温で置いてください。こちらはですね、季節によってちょっと置く時間が変わってくるかなと思うんですけれども、暑い夏場の時はだいたい5分から10分ぐらいでいいかなと思います。寒い時はだいたい30分ぐらい、そしてちょっと涼しいかなという時は15分ぐらい置いていただくといいかなと思います。このようにね、お肉の温度を常温に戻していただくことで焼き時間を短くすることができます。この焼き時間を短くしていただくことでお肉はとても柔らかい仕上がりになります。なので一度切ったら常温に戻してください。そしてその後ですね、お肉に下味をつけるんですけれども、下味をつけた後は薄力粉を薄くまぶしてください。そうしていただくことでソースがとても絡みやすくなります。そして常温に戻してる間なんですけれども、まずニンニクをスライスしてください。このニンニクにはね、真ん中に芽があるので、そちらは爪楊枝で必ず取り除いてください。こちらをそのまま使ってしまうとえぐみの素やあとは焦げやすくなってしまいます。そしてソースもですね、あらかじめ全て混ぜておいてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まず油の中にニンニクを加えて香りが出て少しこんがり焼き色がつくまでニンニクを加熱してください。そしてニンニクはそのまま焼き続けると焦げてしまうので、必ず一旦取り出すようにしてください。そしたらお肉を並べて、その後は蓋をして蒸し焼きしてください。このように蒸し焼きしていただくことで焼き時間を短くすることができます。そして最後はですね、火を止めてそのまま余熱で仕上げてください。そうするととても柔らかい仕上がりになります。そしてお肉にしっかり火が通ったら余分な油をきちんと拭き取って作っておいたソースを加えて、そしてその後軽く煮詰めてください。ここで煮詰めすぎるととてもしょっぱくなってしまいますので、煮詰めすぎには注意していただけたらと思います。あとはお肉を取り出して食べやすい大きさに切って召し上がってください。そしてソースに関しましては、最後取り除いておいたニンニクを戻し入れてさっと加熱して、その後お肉にかけて召し上がっていただけたらと思います。ここでもですね、煮詰めすぎるとしょっぱくなりすぎてしまうので、もししょっぱくなってしまった場合は最後に味を調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトンテキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。